皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。今日は左側の悪魔の翼を塗ります。始まり。ということで始まりました。これは鎧と同じでね、紫色の光が当たっている手で塗っておりますので、これはすでにエアブラシで当たりをつけてますね。で、なんつうんだろう、さらにこう明るくする部分を筆でやっております。点描、フル点描だな、確か。独特の質感を出すためにフル点描にすることは最初から決めていましたね。結構なんかシャバくない？てかきっとみんなシャバいんだよね。こんだけ拡大してるからシャバく見えるだけかな。あ、これ今塗ってんのね、なんだっけ、あれ、これは確か蛍光だからデフォでシャバいはず。あれチューブじゃなかった今。チューブにも蛍光あるんだわ。チューブなのにシャバいの？シャバいっていうかね、うまく言えないな。なんかちょっと他のやつと感じ違うんだわ。なんつうんだろうな。うまく言えないな。頑張って言語化するんだ。頑張れ。いや、ちょっとうまく言えないわ。全然参考にならないじゃないか、この動画。どっかでバーベキューしてんのかなんか炭の匂いしない？そうこれ、なんか蚊取り線香とかそういうのじゃないの？そうなのかな。全然関係ない。うん。このモデルさ、なんだろう、真横から見るのが多分一番映えるんじゃないかなと思ってんだよ。箱絵もそうなんだけど。で、この光は、やや後方から当たってるようなイメージしてたんだけども、そうなるとね、真横から見た時にね、あんまり目立たないんだよね。っていうのを塗りながら気づいたんだよ。直したというか、気持ち真横から見た時に分かりやすいところが明るくなってるような感じでやってみた。でこれは、なんだ、上から当たる色がない光みたいな。ここも点でやってるね。あれなんで点描つってもさ、真上からじゃなくて横で塗ってるよね。あ、それ筆の使い方の話？ああ、いや、横だね。真上からとあんまりやらなくねえか。それ筆をモデルに対して垂直に当てていくってことでしょ？あら、そう。いや、もうそれがやりやすいなら、それでいいと思うけど。うん。この船ちょっと若干クイってなってるよね。なってる。これ前もその話した。うん。このクイが絶妙にやりやすくなってんの。前言ったことなんて忘れてるさ。そうなの。今日これ初めて見る人いるかもしれないからね。これよく見ると、なんていうの、血管的な、モールドが入ってるんでね。
まあそれも無視でしょ。いや無視じゃないよ。結果を一つ一つを浮き立たせるような塗り方した。若干陰影ついてるよ。うん。まあ、このなんか何とも言えない作業がいつの間にかいい感じの質感を生み出すんだよね。うん。最初はね、これ大丈夫なのかってなる。大丈夫なのかっていうか、なんかあんまり変化ないなって思うんだ。最初。あ、特に。うん。でも時間かかるしな。そうだね、うんこれ結構でかいじゃん、羽が。うんまあ時間かかるしなって言ったんだけど、実は私時間がかかるっていうことはほぼ気にしてないんだけどね。確かに。うん。まあ、しばらくこれが続きますのでって感じだね。そうだな。BGM でも聞いててください。あ、色変わった。まあやることは一緒だよね。普通に線引くのと点描も明るい色を入れてくハイライトしてるだけだよね。うん。そうね。さっき時間がかかることはあまり気にしないって言ったけどさ、時間はかかるけど、時間かかると、ある程度これぐらいのクオリティにはなるなって分かっていれば時間かけれるんだよな。だからそれも分からず、この先どうなるか分からないけど、やってみるかって言って膨大な時間をかけれる方が本当は強い。いろいろ試せるからね。学習できるでしょ。分かるかなこれ。まあそれも大事なんだと思うんだけど、ちょっと質問があって、とりあえずこの悪魔の羽を塗るにあたって何を気をつけたというか、なんかそういうなんかコンセプトみたいな感じなの。ただなんか今点描してるだけだからあれば上からの光と下からの光がまずあって、塗り方は全部点でもって、独特の質感を狙いつつ、肝は中間か。上から光当たってるのと下から光当たってるその交わるところの処理みたいな感じかな。そこが自然に見えるようにしたいなと思って。でもやったことといえば、なんかいろいろ色を置いてみて、しっくりくる感じのところまでやったっていうだけで。前も言ったけど、要は今日の動画の見どころだよね。突然そういうことを要求してくるようになったのね。見どころね。で結局みんなさ、当たり前じゃん。ハイライトを入れてくのは当たり前じゃない。まあそう言われりゃそうだね。何を期待してこれを見てるのかね。見てほしい。いや、これを見る人がさ、一体何を期待してこれを見るのかをわからないと説明できないな。いや、あなたは何を思ってこの動画を上げてるのかって先に何を思ってって。
言われてもな。見どころだよ、見どころ。これ違う、それはちょっとさ、違う。そもそもとりあえず足跡残していこうぜっていうことでいや違う違う始めてるわけだから、いきなりこれはどういう意図でって言われてもちょっと違う違うそれ履き違えてる。今回の動画の見どころはどこですかってただ普通に聞いてるだけなんだけど。そう見どころね。いや別にないよ。これっていやだってこれずっと同じテンションでこれが続くわけよこれ。まあそうだな。最初は変化なかったけど、だんだん家がくっきりついてきて、最後おーってなる感じ。伝わってない。そうか。あ、ここ見どころですよこれ。いや、それでいいんだよ。そうか。これ見どころだと思うな。このさっきも言った上と下が交わるところの色の置き方みたいな。これだいぶ最初はね、あんまり変化ないと思いきや、ここまで影入れると、ちょっと、なんていうか、羽らしさが出てきたっていうかね、そういう印象がありますね。まあでも残念ながらここほとんど見えないんだな。この赤いとこのさ、要はOSL の部分と交わるところは中間色を置くの？中間色を、要するに紫系と、どっちも紫だな。マゼンタ系って言えばいいか。マゼンタ系と紫系を混ぜた色を置いてみたり、なんかしっくりこないな。今でも塗ってるのはさ、影じゃないとこにも塗ってるよね。そう。いや、これがね、要するに、なんつうか、交わるところっていうか、これを、まあ、本人も結局迷いながら、この色乗せてるんだよね。まあ、最終的な完成品は、まあ、多分割と自然になってるとは思うんだけども、じゃあ、どういう色を置いてそうしましたかって言われると、ちょっとね、塗りながら考えてたからうまくいけないんだよねってなっちゃうんだよな、残念ながら。もうそれがいいと思ってとりあえず試しながらやってるってこそうで、例えばね、夜やって次の日朝見たら、なんか変だなとかね。と。ずいぶん広範囲に暗い色を塗ってね。これ結構さ、大きいでしょ、羽がね。だからなんていうのかな、何もないところがいっぱいできちゃうんだよね。色をかね、ベースカラーしか乗ってないじゃんここっていうとこができちゃうから動きを表すために、動
動きっていうか変化をつけるっていうかさ、なのでなんか頑張っていろんな色を置いてみてるところもあるね。でそう混ぜた色を置いてなじませるっていうかね。まあ結局なんかどこもやってること同じじゃないっていう気もしないでもないけどね。結局混ぜんじゃんっていうね。まあでも原具の段階だとなんか不自然なシミみたいになっちゃってる。うん。最終的には最終的には、そうはなってないはずだ。現段階になってたらちょっと心配になるよね。なんない？いや、一応、まあこれはぼかせばいいから大丈夫って言い聞かせながらやってんじゃないかな。これはハイライトだな。ここでハイライトに行こ違う場所に。う。うん。でもこっち側が見えてるんでしょ。さっきの塗ってたところがほとんど見えてないところなんでしょ。そうそう。うん。この辺はだよね。雰囲気重視っていうか、なんつうの。かっちり、要するに凹凸の O の部分に明るい色乗ってますかって言われたら必ずしもそうじゃない。凸じゃない？凸か。そうそうそう、凸。なんとなく凸に乗せてるようなんだけど、そうじゃなかったりするんだよ。こういうの難しい。全部さ、凸拾ってたらさ、多分変になるよね、きっとね。ていうかまあそんな正確に凸拾いたいんだったら、多分ドライブラシが最適でしょ。あれもう昔最初の頃さ、ドライブラシやってたけど、もう近年一切ドライブラシやってない。やってる？土台はやってるか。そうそう、土台の岩とかね、それも最近あんまやってないかな。やっぱりドライブラシとさ、筆と色の生え方が違うもんね。だから私も途中までドライブラシやっても最後は絶対筆でやったりとかする。まあなんだ複合的に使えばいいんじゃないって思うけどね。例えば岩塗るときなんかね。これだったらパーって一回ドライブラシやってなんか当てつけたいよね。まあこれ今この話してて思ったけどね。それも良かったかなと思う。ある程度ドライブラシで当たりつけた方が良かったかもしれない。いや動画さこう何個も上げてるけどさ、あんまりテレスドンがドライブラシしてるとこないよね。ないなと思って。ないの。昔のね、ミネコのほっぺたのね、ほっぺたにちょっとやってるシーンはある。ガメラやってるわ。あれもまあ複合的っていうか、一回ドライブラシやってから、それこそこういう感じで、あれも確か点でやってたから、確か同じ筆使ってたと思うんだけど、クイっていう。なかなかいいんじゃない？羽のさ内側がまあほんと見えないからほとんど何もやってない。
暗い色をバシャバシャバシャってやったぐらいそもそも動画にすらしてないってこと？かもしれない。うん。まあそんなこんなでもうそろそろまだ時間あるけど終わるもんね。そうだな。今回そんなにきついハイライトじゃないね。入れてない。自分入ってるのか。うん。結構明るい色まで持ってったよ。うん。まあただそんなあんまり主張してもらう部分でもないからギラギラにはしてないな。それにあれだよね。確か見たときに今回だったら顔にとかの方に目線がいってほしいから、派手に羽とかに引用しないだよね。違う。そんなこと言ったか俺。言ってないけどああまあそうだね。うん。基本そういう考えでしょ。全部を塗るんじゃなくて。うん。じゃなくてそうじゃない。あんまりそれはね考えてなかったね。ああそうなんだ。これ前なんかさボックスのさコンペ部門かなんかでさそういうアドバイスかなんかもらってたじゃん。そうそれはあった。どこ見ていいか分かんないですって言われる。そうだからさ、まあそれは頭の中にあるから、あえてこの羽とかにそこまでなんか、色をやんないとかなと思ったの。そんなこともないのかな。まあきっと無意識にそうなのかな。結果ね。まあそんなこんなでこの動画も今日も終わるんですけども、あと反対側の羽と最後にまあ鞘の NMM とかぐらいだったかな。で終わり。なのでもう少しお付き合い。頼むわ。頼むわって何？見てる人に言ってるよ。そう。頼むわ。でその次の動画はまあネタバレするとリンボーの動画かな。あ、そうだね。まあこの間リンボーのコンテンツ出しますって言ったからまあ察しはつくと思うけど。まあ特になんか見どころの話もしたけどそんなにないかったような動画ですけども、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。おお。でこうなると。まるで下からライトが出ているかのようだ。じゃあそういうことでテレスドンでした。ひまるでした。またにー。